こんにちは、ひかりです。さあ、今回もおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット伊勢崎店さんのね、スーパー戦隊シリーズのコーナーなんですけど、早くもナンバーワン戦隊50ジャーのロボとかアイテムがありましたね。で、ブンブンジャーとかもあるんだけど、50ジャーのおもちゃ入荷するの早くない？もうこれ、おもちゃのリサイクルショップだからね、中古なんですよ。誰やねん売ったの早すぎでしょ。すごい。で、こっちにはね、歴代スーパー戦隊のロボットがずらっと並んでおります。いつも通りだね。いつ行ってもあるから。どんどん入れ替わり立ち替わり。値段もね、やっぱりその時のなんか時期によって全然変動するんで、タイミングよく買うと結構ね、歴代の戦隊ね、安く買えるんですよ。だいたい今とかだと、ルパパトとか、竜ソージャーもそうだし、キラメージャーとかも安いかな。あとゼンカイジャーとかが手に入りやすいかなって感じはしてますね。で、ここら辺が、ここら辺、竜ソージャーとかルパパと、ここら辺がやっぱ今手に入りやすいね。キューレンジャーとかはもう最安値の時期は過ぎたかなって感じ。ね、獣王ジャーとかもそうだね。ルパンカイザーとかね、かっこいいけどね。ルパパトもね、コンセプト面白かったよね。二大戦隊がね、メインで、のストーリーというか。でキューレンジャーのロボが最後全合体じゃなくて全員攻撃っていうのもねポイント高いですね。メガレンジャーとかもそうなんだけど全合体する、ゴーンジャーとかそういうのも素敵なんだけど全合体しないのもいいっていうね。懐かしの核レンジャーだ。でまだあったメガウィンガー安い。武器欠品なんだけど武器って基本遊ぶときなくても遊べるんで結構このメガウィンガーお買い得だと思いますね。ウィンガースパルタンだ。違う。ウィンガースパルタンはあれだ。メガボイジャーがやる技なんだけど。メガレンジャーのおもちゃがね、こうやって買えるのすごいよね。で、これはあれじゃん。10レンジャーの、プレ版とかで出てたやつかな。なんかメダルのセット的なやつなのかな。そう、プレ版で出るアイテムとかも、本当に物によって、プレ版で買うよりも安くなる時もあるし、逆にね、どんどんプレミア価格になっていく時もあるんで、どれをプレ版で買っていいか謎だよね。プレ版で普通に定価で買ったのに中古の方が安いじゃんっていうがっかりじゃん。そういうことあったんだけど。そう、遠泳剣のロシだっけな。仮面ライダーサーベラのね、変身の剣。あれは安くなったね。デジタンク今あったな。で、こっちね、パーツリーとかもあって、で、キーアイテムですかね。これは何のパーツだ？でかいな。これ何のパーツこれわかんなかった。これなんか大レンジャー的な感じするけどね。レンジャーキー。なんかメタリックカラーがいっぱいあるね。これはね、キューレットのたまキューのやつだね。で、こっち武器とかもあるね。で、全カイジャーのね、メダルとか。これじゃあドンブラザーズかな。メダルっていうか、ギアか。正確には。アバタローギアと全開ギアね。で、レンジャーキー。どれでもここら辺は1個100円ですね。のコーナーになってます。値段ついてなかったら100円と思えばいいんじゃないかな。これ555の武器だよね。555ってなんかさ、個人武器というかなんか武器がすごい多かったイメージなのと、一つ一つの武器が大きかったなんか、っていう印象があるんだけど。555って家族経営なのにすごいよね。お父さんがすごいんか。お父さんが追加戦士になりそうでならなかったっていうね、回があったんですよ。マイク・マキね。これも555の武器じゃん。マークがそうだね。で、キングレンジャー。これはね、カンカンバーだっけ？ゴーンジャーの後半っていうかもうラストの方で出てきた武器なんですよ。これゴーバスターズだ。で、ゴセージャーの変身アイテム。まだ安いね。欠品ありっていうのは、ゴセーカードがないってだけなんですけど。で、こっちにも武器とかアイテム系かな。変身アイテムとかね。があるんですが、今回これだね。これ獣王者の敵がメダルでコンティニューとかなんかやるやつあるじゃん。これプレ版なんだけど、これ安くない？ 1738 円税込み。しかも部品 OK でメダルついてて。
なんか、これね、ちょっとね、悩んだ。買うかすごい悩んだ。今、需要じゃ熱がもっと暑い時期だったら買ってた。今、そんなでもなくて、あと、置き場所とかのことなんかリアルに考えちゃって、ちょっとね、今回スルーしたんだけど、ちょっと後悔してるな。どうなんだろう今、メルカリとかでもそんなに高くないのかな。でも一応プレ版だからね。プレ版ではもっと高かったでしょ、定価はね。と思うんだけど。ドンブラザーズとかね。これはキングオージャーの剣。かっこいいね。なんか、剣って感じ。なんか、昔の剣ってさ、銀河マンの時の剣とかさ、剣っていうかナイフ的な感じだったんだけど、剣って感じするね。なんか、かっこよくなってるね。スタイリッシュに。銀河マンの剣ってほんとね、担当なんですよ。すごい。これあれだ。キラメイシルバー。キラメイシルバーの役者さんがさ、最近なんか仮面ライダーにも出てるんですよね。結構ニュースで流れてきて、出た。ゴーンジャーの変身アイテムなんだけど、ゴーフォンね。揃ってたね。エンジンソールっていうか、チェンジソールか。もう揃ってて、値段なら妥当なのかなっていう。で、こっちソフビもあります。ゴーンジャーはゴーフォンで、ガオレンジャーがジーフォンっていう。ほぼ一緒なんだけど、両方ともパカパカのガラケーの変身アイテムなんですよ。そう。ガオレンジャーはね、当時ね、なんか東京かなんかに行った時親に買ってもらった記憶あるな、ちっちゃい頃。かっけーって思ってた。なんか宝石のように輝いて見えた。出た、ロディ。ロディね、ちっちゃい子が遊ぶ、なんか遊び相手としていいんじゃないかな。兄弟がいない子とか。で、ベビー系のね、用品も売ってますね。おむつ。ドラえもんの絵柄、なんか、このドラえもん超可愛いんだけど。ほんとね、ちっちゃい子、まだ生まれてまだね、言葉も発しないぐらいのレベルのこのおもちゃもありますね。もうちょっと大きい子か。2歳ぐらいかな。2歳ぐらいは喋るもんね。これ結構出来良かったんだよな。この木のおもちゃみたいな。結構ね、ハンドメイドで作ってる人もいますよね。これアンパンマン号、なんかフライトモード、飛行モード。これ可愛くない？なんかバイキンマンとかも普通になんか一緒に乗ってるけど。で、アンパンマンいっぱいいたよね。アンパンマンコーナーとかもこうやって充実してるんですけど、うちのチャンネルではあんまりね、今まで撮影してなかったんで、ちょっと知らない人もいたんじゃないかなっていう。これね、群馬県にある伊勢崎店っていうところで、埼玉寄りの群馬県なんですけど、もうね、ぜひ足運んでみてほしいです。トイプラネット伊勢崎店で調べると、詳しい住所とか出てきます。これもアンパンマンのダンシングサンタ的なやつ。クッキング系のおもちゃだね。こういうのもね、アンパンマンのおもちゃいいよな。このカラフル感がいいね。カラーリングがいいっていうの。で、こっちレゴだ、レゴ。レゴの、もう完成品とかでだいぶあるけど、あとはセット販売とかね。あと気になったのは、このぬいぐるみ。この伊勢崎店さんってぬいぐるみコーナーってあるんですけど、なぜかこのぬいぐるみコーナーじゃないとこにあったんだよ、この子たちのシリーズ。これは何？ちいかわの次に流行る子なんわかんないけど。何なんだろうね。ちいかわがさ、ちょっと、下火じゃん、今。ブーム去るのかなっていう不安があるんだけど。で、こっちレゴですね。これ詰め放題みたいな、ジップロックみたいなやつに。っていう売り方もしてるんで、結構楽しみながら買えるんじゃないかな。詰め放題って楽しいじゃん。そういうね、コーナーもあります。確かね、なんか目指しさ的なやつもそういう風に売ってるかな。ポケモンカードとかもね、昔ね、詰め放題とかのフリマあったんですよ。もうポケカバブルとか全然なる前なんだけど、ほんでポケモンカードは価値がないみたいな扱われてたからね。このシリーズのさ、ブロック的ななんか磁石でくっつくんだっけ？結構 Amazon とかで売ってるけど、なんかね、今回がトイプラネットさんで手に取ってみたらよかったよ。質感よかった。面白いだろうなと思った。で、こっちね、児童書のコーナーもありまして、児童書とか、あとゲームの攻略本とか、あとおもちゃ系の本とかはトイプラネットさんでも扱ってるんですけど、これね、最強王のシリーズね。最近流行ってるよね、こういうのね。
ショートケーキ、ここは知りたい。面白そうだな。結構ね、本安いですよ。面白科学。大人になっても楽しめる系ね、結構あると思うんだけどね。児童書でも。漫画で学べるやつとかいいよね。これ、モンハンのアイル？なんか、喋る系のぬいぐるみはここにあるのかな。ある時はファービーとかも多分ここにあるんだと思います。昔ね、ロボットファービーみたいなやつね、トイプラネットイスラキ店さんでね、ゲットしたんですよ。まだ持ってますよ。壊れてない。ファービーね、なんか再ブーム来そうだけどね、やっぱファービーでしょ、みたいな。あ、ラブパトリーナだ。結構面白いんですよ、この辺の。なんか、なんだろう、美少女×戦士みたいなやつ。結構ね、まあまあ、まったり見れていいよ。で、ウルトラマンとか仮面ライダーとか、ポケモンの攻略本みたいなのもあるね。これなんか、最速で出る攻略本みたいなやつかな。コロコロが出してる。これ確か100円じゃなかったっけな。そうだね、安いね。まあ、スカバイやるときいいんじゃない？まあ、今度ね、このポケモンなんか、レジェンズだからな、なんか、レジェンズ発売されて、スカーレット・バイオレットが安くなったら、もう一回なんかスカーレットとか買おうかなって思ってます。それでまたポケモンやった方が楽しいかも。ってな感じで、ちょっとね、カメラ持ってると入んなかったんでここで終わります。ではまた次回。バイバーイ。